ですはい。ということで、先週ね、アバンギャルディの大阪公演のライブ3公演、無事に終了いたしまして、はい。もう、大大大盛況で。本当にこのラジオでもね、チケットが、売れ行きがさ、大阪芳しくないんだって言ってたんですよ。本当にでもほんまに心配なぐらいさ、売れ行き悪くて。特になんか金曜日が、その1日目が、結構調子悪くてですね、あんまり最初、ほんと売れてなくて怖いみたいな言ってたんですけど、もうなんとかたくさんの人に来ていただきまして、もう3公演ともたくさんのお客様に来ていただきました。満員御礼ありがとうございます。はい、そうなんですよね。やっぱ、なんでやろあれかななんかそう言ってもらってたのは、近すぎてね、大阪にいるからさ、バンゲルディはいつでも。ほんまにいつでもどこでもいるのよ。だいたい結構新世界とかさ、通天閣の近くに行ったら、野生のアバンギャルディがいますよ。動画撮って、ね、TikTok とかさ、撮ったりしてたり、公園とか、こう見かけた人もいるんじゃないかな。だからまあ、いつでも会えるわって思われてたのかなわかんないですけど。でもおかげさまでたくさんの人に来ていただきました。ありがとうございます。はい。もうね、何公演もね、駆けつけてくれる方もいてですね。この方ラジオネーム東京都大東区ミッキーさん。はい。この方はですね、東京の公演ね、2公演見に来てくださったみたいなんですけれども、はい。一つ質問がありますということでね、幕が開く前、要するに会場してですね、開演前の BGM はあかねさんが選曲されているのですが、これさ、結構ね、80年代とか、そうやな、80年代が多いかな、の楽曲が流れてたりするんですけど、バッチリ世代の曲がかかって始まる前からモチベーション上がりまくりですっていう風にメッセージいただきました。そうでございます。はい。もちろん吉、そんなの。もう、当たり前ですよ。私は選曲しております。このライブを作る上で、このね、開演前の BGM を考えれるのが、やっぱ一番なんか幸せというか、そうやね。やっぱなんかここで、まあ、今回のライブどんなんかなのワクワク感を高まらせることもできるし、楽しんでもらえるし、ちょっとノリのいい曲とか、ほんまに今までもう全部選曲してるんだけど、結構ね、そう、ここ気づいてくださる人はすごく嬉しい。聞いてくれて、だから、それこそ、まあ、グッズ並んだりとかしたりさ、聞いてませんとか結構ギリに来てくださる人とかは聞けてないと思うんだけど、ちょっとこう、ゆっくりね、来て、早めに来て、で、ちょっとこう、始まる前のワクワクしながら、こう、椅子に座ってくださるお客様のためにも、選曲、しっかりと魂込めてやらせてもらってます。そうで、大阪のライブからまたちょっとね、半分やし、半分のタイミングで、ちょっと選曲も変えたので、なんで、まあちょっとその、前半ブロックのね、ライブの開演前にかけてた曲を、今日は、どんな曲かけてたかっていうのをね、セレクトしたいと思います。はい。よく気づいてくださりますね。嬉しいなうん。で、今日は、アバンギャルディのおかっぱトークと、番組のどこかでオクトパスからのメッセージをお届けします。オクトパス。まだメッセージくださったんですか？嬉しい。はい。では、じゃあ、そんなね、今日1曲目。ですか。まあちょっとこれも、やっぱね、流しがちなんですけど、YMO ね。はい。YMO の曲も割と流しがちなんですけど、今回はこの曲にしました。YMO の、もうこれ、やっぱな、なんかやみつぎソングやわな。何がこんなにいいんやろ、この歌のな。なんか、っていう。
やもう全部いいんやけど、一生聴いとける歌。YMO でアブソルート英語ダンス。アブソルート英語ダンス。FM 大阪あかねクラブ。それでは、アバンギャルディのおかっぱはい、ということで、今週はこの二人が来ています。はい。あやねアバンギャルディと、親アバンギャルディです。よろしくお願いします。はい、いかがですか？いかがお過ごし？いかがお過ごしですか？はい。まあ、もう、徐々にね、暖かくなってきまして。さあ、だいぶ暑くなってきた。そうだね。5月23でございますから。はい。5月下旬でございます。はい。いかがお過ごしどうですか？いかがそうですね。今は、涼しいですよね。例年に。知らんよ。例年に比べたら。いや、わからへん。例年がわからんから。だって5月からめっちゃ汗かくないですか？毎年。嘘、絶対嘘。全然記憶にない。去年な。5月から汗も汗かいてんの。ついに。いつも汗かいてんのってか。言い方悪いですよね。悪かった。けど、いや、暑いの嫌いやから、今年の5月ありがたいなって思って。いや、わかんないけど、それは。確かに、過ごしやすくはあるかもしれない。そんなわかんない。言われてみたら、わからへんって。もう23日にどうなってるか。それは確かに。急に暑くなってるかもしれへんし。まあでもまあ、ライブがね、まあ、大阪公演も終わりまして、先週。はい。で、まあ、あともう残すところ名古屋、長崎と2公演なんですよね。で、まあ、それは来月なんですけれども、まあ、なんてやろ、一旦落ち着いたというか、そうですね。からなんですか、今までブワーって忙しかったけれども、ちょっこしは、寝れてます？寝れてます。寝れてます。よかったです。すごい寝れてます。ベッドで寝る。すごい寝ちゃう？はい。もうやっぱり。すごい寝ちゃう？疲れすぎて。いや、目覚まし合わせずに寝るのが好きなんですよ。でも分かる。それは、いいな休みやね、それは。緊迫しない感じで寝るのが。で、寝れてたんだ。けど、早起きに慣れてたから、早起き期間が続いてたので、結局合わせてなくても目覚めちゃう。で、なんか焦って、わかる。目覚めて疲れる朝からみたいな。今日の予定何やっけってなって、何も何もないみたいな。おー、いいなってなる。よかったみたいになりますよね。ほんまに。心臓止まってると思う。いや、でもね、休めてるならよかったですよ、ほんとにね。はい。ということで、まあ、いっぱい、ほんまにね、ライブ見に行ったよっていうメッセージもいっぱい届いてるんでね。ありがとうございます。紹介します。はい、お願いします。東京都のごまちゃん。ごまちゃん。サードライブツアー、東京公演見に行きました。はい、ありがとうございます。想像の何倍も楽しくて最高でした。嬉しいね。私は、アバンギャルディさんのダンス動画を YouTube で見て、生で見てみたいと。しかもこれは今年の4月頃に。すごい最近だ。ってくれたみたいで、そしたらその次の月の5月の東京追加公演を発見し、即応募しました。ありがとうございます。すごいね。4月に見て5月に来てくれた。嬉しい。はい。で、小学生の、これはメイですね。メイコさんと、読めてないけど。いやでな、これメイコさんと見に行ってくださったそうなんですが、はい。ありがとうございます。感動しすぎて母にも見てもらいたいと家に帰ってすぐ秋公演を探しました。すると、翌日の機材席開放席を発見し、翌日また母と二人で。すごい。2日連チャンで来てくださった。嬉しい。もちろん母も大満足。うわありがとうございます。嬉しい。はい。あかねさんも公演後見かけれたのが嬉しかったです。私は心が動いたら自分の目で体感したいと思ってしまい、今でも紅葉が見たくてカナダに行ったり、すっごい。雑誌で見た綺麗な景色をこの目で見たくてイタリアに行ったりと、突発的な行動をとってしまいがちです。アバンギャルディの皆さんの中で行動力のある人、逆にのほほんとしてる人はいますでしょうか？
私は心が動いた時にすぐに行動を移したことで、ちょっと遅くなりましたが、皆さんのファンになれて幸せです。ありがとうございます。スターになっていくことで大変なことも増えるかもしれませんが、皆様のご活躍を応援していますというメッセージいただきました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいですね、なんか。でもそれ、その、紅葉とかさ、綺麗な景色を見たくて海外に行けるのが、行動力。行動力も経済力もすごいな。すごないだって遠すぎるやろ、カナダもイタリアも。カナダイタリアもね。くない予想外の上行きすぎて。なあ。いや、でもアバンギャルディを、先月見て今月2回行くとかもすごいけどな。で、進めてもらってね、家族にも。すっごいありがたい。どうですか皆さんは、それこそ行動力的な部分では。私は、基本的に多分、行動力ある方だと思ってて、それこそ、はい、私、あやねは行動力があると思ってるんですが、はい、海外にお仕事で行かせていただいた時とかに、基本的に、何もせずにはいられないっていうイメージある性格で、うん、イタリアに行った時も、朝から市場に行って、市場なんか、ほんまに公園でやってるような、テントでお野菜売ってる感じの市場に、マーケットにいきなり行ってみて、とか、で、街散策して、夜も、ちょっとどうしても行きたいレストランがあったので、一人で、すごい夜な夜なレストランに、ちゃんとした、いや、もうなんか疲れてたし、みんなも疲れてたし、同じ部屋やった子も、今日はちょっとみたいな感じやったけど、チャンスがそこしかなかったんですよ。どうしても行きたいと思って、言語もイタリアやから分からへんし、英語も拙い英語やけど、とにかく行きたいと思ってしまって、一人で駆け込み、一人で注文し、店主と喋り、何英語で英語で。すごい。ほんでしかも、日本のことがすごい好きな方で、で、もうなんか、英語やらなんやらいろんな、日本語もちょっと混ざり、いろいろ喋って、すっごい満足してホテルに戻るっていう。すごい。何やイタリアンイタリアンです。イタリアンの、なんか、ちゃんとしたね。ちょっとしっかりしたスープみたいな。すごいよ。なくて。だってイタリアじゃないですか。せっかくのイタリアン。どうやな、それは。なくて、行ってしまったじゃん。多分一番わかりやすい。けど、どこの国行ってもそうなんですよ、私。でも、事前に行きたいとこリサーチしてるのも偉いです。してるんや。してます。待って、私は。すごいわ、それは。じゃあ、基本的に、そやねさんは、もう、どこの国行ってもそういうことしてるん私しますよね、結構。一人でここ行ってきた。って言って、ごめんやけど、行ってくるわって言って。なんかあんまりなんか怖いとかもないんですよね。いや、怖いはないけど、それ日本でもそういう感じ。日本内でも国内はもっと、何の壁もないじゃないですか。ない。言語の壁もない。道も標識とかもわかるし。一緒やし、もう全然どこまででも。なんかすごいな。羨ましいって思っちゃう、なんか。めっちゃかっこええわ。いいんですよ、その時間が。いや、でも確かにイタリアなんてさ、イタリアだけじゃないけど、海外とかでなかなかそんなに頻繁にね、行けないし、それこそお金かかるから、お仕事のタイミングで行けたらラッキーやもんな。はい。一日にスケジュールを詰め込んで。素晴らしい。楽しみました。おやすさんは。私は真逆と言ったらあれですけど、リサーチもしていかへんし、特に。なんかね、行き当たりばったりでいいかって思っちゃうタイプ。でもそれもね、楽しい。それもだからすごいことだけど、その突発的に、なんかこう、思い立って行動とかはそれはないかも。いや、そうはい。それこそ、こう、見るやん、SNS でも今や何の情報でも流れてるけど、それを見て、もうええやって満足しちゃうタイプみたいなことまあ確かに行ってみたいとは思うけど、行け
行けたら行きたいなぐらいの気持ちで、なるほどね。作っちゃう。じゃあ誰かに誘われてとかで、まあなんか、それやったら行ってもいいか、みたいそう、な。だからまあ、行く機会が来たら、ナイスタイミングでその機会が、みたいなぐらい、は思っちゃうから。あそれで言うと、一緒に、美術館っていうか美術展に行ったことがあるんですけど、おやさんとはい。はおやちゃんと二人で行って、その時も、私もずっと気になってて、おやちゃんもずっと気になってたやつで、はいはい。ね、一致して、そうその話になって、でも、すぐ予定立てて、速攻。だからそれはあれが、やっぱり言ってくれたから、でも私から言いましたよね。ここ行きたいんですよ。ですよって言われて、あ、もうじゃあ行こうって。そう、なんか次行こうと思って、言ってみたら、次の日には行ってた。そう次の日に次の日行きました。オフあったし、あじゃあ行こうや、みたいな感じで。よしって言って、すげえ。だからナイスタイミングだったら行くなるほどね。行くけど、で、まあ誰かと一緒に行きたいんや。一人じゃなくてね。うんなるほどな。いや、私もやもん。だから。あ私も一人行動が苦手というか、あんましたくないあん。まりしてるイメージはない。ないですね。なんかもしも一人で、まあそれこそご飯とか飲みに行くとかも、知ってるお店やったら絶対あーけど、知らん店には行かれない。私逆に知らないお店に行くのが好きなんですよね。すごいですよね。誰も知らへん。自分のことを何も知らない人たちしかいない場所に、いきなり突っ込んでいって、いやいや。いきなり喋るのが好きなんですよ。だから、すげえ。なんか多分、ある意味、コミュニケーションが好きというか、僕がね、めっちゃありますよね、でも。ないやん。人見知りなんですよ。いや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 、何言ってんのこれは。ほんまに人見知りなんです。ちょっと知ってる人とかには人見知っちゃうんですよ。へああ、じゃあもう、ほんまに知らんほんまに知らない人じゃないと無理。それこそ、クラス一緒になった子とか、あめっちゃ人見知りするんですよ。今後、ちあゃんと関わっていくじゃないですか。あ知らんお店とかやったら、一生合わへんかってまあ、いっかって思えるみたいな感じです。私は最近一人ご飯は、いけるおーどういうとこに行くのその、飲み屋とかじゃなくて、定食屋とかあ、そうです。あお昼ご飯とか、それこそカラオケとか、あー、はいはいはい。カラオケはい。一人で行かないですかめっちゃ行く。ですか私、なんで一人の方が好き好きな曲歌えるじゃないですかね。そう。怖いなんか怖い。浸りたいときは一人で行きたい。すっごい嫌だ。なんでですか怖い。一人でそんなはい個室に一人やろいやいや、怖い。しかももう狭いやん。カラオケって。いや、怖い。いやいや。なんか、使うじゃないですか。こっちだって歌いたい歌あるし、けど、別に流行ってないし、この曲。いけない。だからね、盛り上がりたいときと、ちゃんと歌いたいときそうないわ。使い分け。じゃあ歌がだからほんまに好きってことやろそれはなんか歌って発散したいみたいな。えが、歌って発散は、まあ別にお風呂場とかでもいいや。あ、でも、お風呂無理。違うお。風呂嫌。お風呂で歌ったことない。嫌です。私もお声風呂は聞かれるのめっちゃ嫌や。家族でも嫌です。でも実家はやっちゃうな。絶対嫌かも。私はそんなとこに一人で行くっていうのが、怖い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 。結構最近頻繁に、なんか15分とかで行けるじゃないですか、カラオケって。いけるのなんかそれで。 30分とか空いてたら、カフェ行ったらお金かかるし、もどうせやったら、う、なんで、カラオケやったらお金かからへんのいや、なんか頼まないといけないじゃないですか、強制的に。何をワンメニュードリンクとか。はいでやったら、し、食べちゃうから、確かに、方がマシちょっとカロリー消費できるし。なんかその、おもろファストフード店とか入りやすいけど、あーなんかしゃべらないですか。物がついてくるからな。そうでもないけど別にドリンクだけでいいやん。いや、カラオケやったら、もう水さえあったら済むじゃない確かに。ですか。歌えばいいのと、水だけで、水、もう30分歌い続けます。なあ、すごい。そんなんあんねや。でも結いや構ね、やりますよ。やるやる。すごい。私じゃあほんまに行動力ないわ。なんかでも、ベッキーな気がする、あかねさんの行動でも、力は。一人で行動するのとまた別。でもほんま行動力なくないあんまり。なんですね。そうです。なんか、逆にないわ。そういう
動力はそんなにあるようにはあ、なるほどね。どっか行く行動力はないけど、そうです何かこう、やりたいとかの目標は、は、めっちゃ、やるから、ある。なんかやりたいってなったら、すぐにもう撮影始まってるし、予定組んで、もうリハして、みたいな。なんか多分向いてるベクトルが違うんじゃないですか。そっか。そこに100注いでるみたいな。物欲しかったらすぐ買うし。もうそんなの。もう欲しいなら買う。だって迷ってるとこ見たことないから、もう、それはほんまにそうかも。なんかその興味が場所とかじゃないんじゃないですか、多分。なるほどな。おもろ。性格出ますね、これな。るほどね。ありがとうございます。じゃあ、ここで、じゃあ一曲いっちゃいましょうか。はい。じゃあ、あやね。はい。私はちょっと最近、うん。怒涛の、うん。まだライブは続いてるんですが、怒涛のね、ガガガッという週が終わって、アニメを改めて見始めてしまい、ずっと見てたんですけど、うん。一旦見るのをやめていて、どんどん溜まってしまっていた、あ薬屋の独り言を、あ。また、やっと一気見できまして、今日はその曲を行きたいと思います。はーい。おもろいんですか、薬屋は。めっちゃ面白いです。なんかもう面、白いらしいですね。薬屋の話なんですか？薬、ドラッグストアの。ちょっと全然違う。バイトみたいな。めっちゃ昔の話なんですけど、昔の話で、昔にあった薬屋さんの。薬屋さんっていうか、薬に詳しい女の子の話なんですけど、もうその女の子がめっちゃ頭の回転が速くて、見ててめっちゃスッキリするんですよ。何それ、薬屋が謎解きみたいな。でもそうです、ほんまに。ぜひ見てほしいです。あやねさん大絶賛の薬屋の話。薬屋の話です。はい。じゃあ、その曲。はい。ミセスグリーンアップルさんで、ミセスナイン。クス式です。FM 大阪カネクラブ、本日のおかっぱトークは、おやすさんとあやねが来てます。おやすお願いしおます。願いします。おやすさんです。おやすさん、さあ、じゃあメッセージをご紹介しまおす。願いしまお願いします。こちらラジオネーム、東京都世田谷区の猫隊長さん。す。猫隊長さん。あかねさん、おかっぱさん、こんばんは。こんばんは。お母さん、あんま言われる。最近、LINE スタンプを使うことが多くなり、いいスタンプがありません。アバンギャルディのおかっぱスタンプは作らないでしょ。それずっと欲しい。あほんまにずっと思ってる。本当に、それもう、秋山さんに言わなあかんね、グッズ。お願いします。お願いしなあ、ます。本当に言うて。欲しいです。ね、欲しいよねす。ぐにでも。そう。で、皆さんはどんなスタンプを使ってますかって。うわ、私は、うん。あ何アンパンマン。出た。うわ、大好きなアンパンマン。大好きなんやな。大好きですよ。ほんまに好きよな。いや、だからさ、じゃあさ、私がアンパンマンとお仕事してるってほんまにすごいことやん。はい。なんか、うん初めて、あかねさんがアンパンマンの、アンパンマンの仕事しましたって聞いたとき、ほんまになんか近づいた感じしたんですよ。ギフトみたいな。私とアンパンマンの距離が。近くないやろ。別に。近いですよね。質的にな。あ、知り合いやからってことはいアンパンマン。知り合いみたいな。そう。めっちゃ嬉しかったんですよ。やし、なんか、それを機に、今までも行ってましたけど、アンパンマンミュージアムとか、確かに。なん、か、みんなで行ってそう、行くようになっうん。てうん、すごい嬉しい気持ち。そうやな。で、しかも、確かに今もう私だから、ほんまにこのアンパンマンミュージアム今3地区やってますから。はい。すごい。名古屋と、横浜と神戸。すごいし、羨ましい。羨ましい。はい。そうやよな。まあ、あんま、確かに。アンパンマンとこう近くでこう接するとかもないでしょないわよ。これ、と芸能人の感覚ですもん。そうそう、それはそうやな。はい。そっか。そうやな。はい。そっほんまか。に。ほんま長いことね、知り合って長いことです。なんかもうちょっとだけ私とアンパンマンの距離を近づけてほしいです。ああ、なるほどね。はいでもまあ、だからそういう意味では、今回その今名古屋でね、はい今回初めてさ、名古屋ってミュージアムだけじゃないパークもあって公園。はいはいはい。で、そのパークのパレードも私振り付けで参加してて、はいやってるんですよ。はい。で、だからそのキャラクターも正直初めましての子が多くって。うわ
そう言い方。まあ、なんか、名古屋の、劇場の柳瀬隆劇場ができた時にも、一緒にいろんな動画撮ったんやけど、そう、みんな、キャラクターのみんなで、その私が作ったダンス一緒にバーキンマンのダンスを踊るっていう YouTube で企画があって、そう、その動画撮って、その時にも会ってるキャラもいたけど、初めましてみたいな。そんなん。なんかいいな。私も会いたい。で、ちょっとね、じゃあこれ本当にね、今やってるから、ぜひ、絶対本番に行ってほしいね。いや、早く行きます。早く行ってほしいんやけど、行きたい。ジャムおじさんが、ジャムおじさん。ジャムおじさんが、なんと、バイク姿だ。かっけえそうなの。多分これレアな姿なんで。ないですよ。そんなん。ないやろ。めったに。だからこれちょっと皆さん気になった方。気になった。バイク乗ってます。行きます。絶対行きたい。ジャムさんが、なんとバイクに乗って現れます。やば。絶対行きたい。しかもめっちゃかっこいいです。そのファッションも。ファッションもはい。バイクスタイルバイクスタイルの。そうなんや。なんです。いつもの感じじゃないいつものジャムとは違う。すっごい。だからちょっと皆さん。レアなジャムが見たい。そう。アンパンマン使うんだ。私もだからアンパンマン使ってるよ。アンパンマンの。確かに。マネージャーさんもよく使ってる。そう。イメージあります。そう、色々なやつ。そう、動いたりとか、可愛いやつ使って。声出るやつとかも。そう。使ってます、私。なるほどね。はい。あやねさんは私は、お邪魔女ドレミがめっちゃ好きなんですよ。お邪魔女。お邪魔女の LINE スタンプを。どんなん見たいどんなんがあるんなんかでも、ちょっとあれなんですよ。なんて言うんですか懐かしいな、お邪魔女ドレミ。だって世代じゃないでしょ世代じゃないです。ドンピシャではないかもしれない。だってドンピシャ私やもん。ほんまに30代になってる。まあ確かに。30代前半かな ?20 代後半の人かなどっちかというと。いやでももう30代やな。30代の人たち。だから全然世代。私らはもうプリキュアは全然その知らん。それで言ったら、セーラームーンもちょっと違うねん。上ってことですか？上、もう全然上。まあ、あんまり見てなかったかな。お邪魔女。お邪魔女しか。世代がっつり。ちょっと、何これちょっとなんか違う。何これすごい、なんか漫画チックなんですよ。漫画チック、なんていうアニメチックじゃなくて。筆タッチというか。筆タッチ。アニメチックじゃない。ほんまや。なんかこの感じが。この感じが、ラジオで伝わりにくすぎるけど。筆タッチの、なるほどな。ちょっと漫画に、水彩画見たことないな。水彩画じゃない。あやねさん、さっきもお邪魔女のグッズ買っちゃった。そうなんです。昨日も買って、今日も買って、どんどん増えていくんです。まあでも最近だからな、こう、平成のキャラ復刻みたいなのが多いやん。はい。それこそ、ナルミヤキャラクターズ。はい。中村くん。中村くんとか、メゾピアノ。メゾピアノで昨日私テンション上がっちゃう。そう。そのね、ラブトキさんの、ブランドとコラボしたりとかしてるんで、ナルミヤさんとも結構ね、グッズいただいたりとかしてるんですよ。だからそういうの見てね、いいやろ、言って。あやねさん、ね、昨日はしゃいじゃったね。そう。あげます、1個。チョコレートをプレゼントしました。でも、本当に。一番に走っていっちゃった。平成のブランドとかもだからね、やっぱ復刻してますから。私は、これ、ちょっとみんなにぜひちょっとお勧めしたいのがですね。なんです。例のじゃなくてですか？私はですね、やっぱ、渡る世間を鬼バカにスタンプですね。スタンプか。そう。あれが、服のブランドだから、なんでこれスタンプやるの何がやったはい。渡る世間は鬼ばかりスタンプを皆さんに。こんなんあるんや。使ってますよ。送られてきた。私だからほんまにえなりさんのファンなんですよ。もう去年、相葉さんとえなりさんのね、番組で、初めてえなりさんと、えなりかずきさんとお会いした時に、もうほんまにマジでドラマ見てましたっていうか、めっちゃテンション上がりました。から見てたから、そんな人と会えたっていうね。で、このね、ちょっと、これ見てこれ。このわたおにのスタンプなんかは見てほら。えなりさんのね。ことあります。これ。そんなこと言ったってしょうがないじゃないかっていうのだったりとか。よく見る
そう。で、あのシーンの。そう。あと、泉ピン子さんがね、まあ、これは、買ってさせていただきますっていう、そうよく言うんですよ、そっちがね。そうなんだそう、言うたりするとことか、まあ、赤木さんがですね、バカも休み休みみたいなんで、これお母さんね。そう。これが、まあ、おもろいんですよ。ほんまに、角野拓三さんも、何バカなこと言ってるんだとか、これね、そう、情けなってあれしないよ。これがね、意外と使えます。でも私文字のことはないけどいや見たことはない。結構ね、使ってるんですよね。えなりさんは確かに今見たら、そういえば見たことあるこのスタンプって思います。そうですね。何でもかんでも母さんのせいにするなよとかね。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いんですめっちゃ可愛い。えなりさんの子供時代が。いや、これはもう、わたおにファンの人はぜひね、ゲットしてほしい。で見たくこれはね、面白いしな、だいぶ。面白い感じであるので、ぜひ。はい。ぜひそんなのなかなかないで、この。でも作りたいですね、アバンいや、いやほんまに作りまたい。はい、いち早く時期にね。はい。やった。おかっぱスタンプ、お願いします OK お願いしスタンプます。はい。じゃあ、次の曲いっちゃいましょはい。はい。う。はい、おやすさん。はい、私はラジオの時はいつも、昔のドラマの主題歌を懐かしいドラマね。かけさせていただくんですが、今回も、今日のラジオのために見てきました、ラジオ。ドラマを何見たん私が調べたらそのドラマ、うん私が生まれてなくてまだ、おおー。 2000年のドラマなんですよ。はい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 。大和なでしこ。あ松島。松島菜々子さんさんと、そうや、ドラマやってたな、小学校の時。これを見ました。でずっと母におすすめされてたんですけど、ついにもう、ラジオ、さっき言われた。いや、さっき言われた。早く聞きたい。じゃあ早く流します。KP サイファーのミュージックビデオがアバンギャルディの公式 YouTube にて公開されております。はい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 。アバコが大量にね、増殖して踊り狂っててめちゃくちゃ面白いミュージックビデオなので、キリンさんみたいな。オッケービー。すごい、ぜひ、はい、ぜひ。何回もリピートして見ていただきたいでも、見てほしい。見てほしいですね。ね。激化は。ほんで、サードツアーがね、もうあとのとこ2公演なんですけれども、はい名古屋と長崎とね、はい。名古屋は完売しておりますが、はい。長崎公演こちらまだあるまだある。かなないかなうんハピネスアリーナでございますので、これはぜひ、アリーナって言わなあかんじゃん。言いたい。もう一人とかずるいから。言わせてほしい。やばいな、言うな。しときたい。これは言うのかどうか。うわ、やりたいな。楽しみに。はい長崎公演ぜひ皆さん来てください。お願いしおます。願いします。はい。ということで、じゃあ、あっという間のお時間でございました。はい。早い。でもなんかちょっと久しぶりにね、なんか、ゆっくり喋れたっていうか、いうかすごい。白熱しまくった。はい。ということで、じゃあ、最後にお別れに一曲。はい。お別れに一曲。同じこと言っちゃった。はい、どうぞ。アバンギャルディで OKP サイファー。はい、おかっぱトークはおやすさんとあやねさんでした。ありがとうございました。